こんにちは。今日は先日セリアさんで購入してきた刺し子用右鼻付近生地の角亀甲つなぎの刺し方、こちらを紹介していきたいと思います。で、角亀甲つなぎを刺すときに、裏面をどうするかっていうのをすごく迷ったんですね。というのも、ちょっと先に裏をお見せしますと、こんな感じで、模様と模様の間のここでは空白になっている部分ですね。それを裏面で、裏に糸を出すのか、それとも裏に糸は出さずに布と布の間に隠していくのかというので、どちらにしようかなってすごく迷ったんですよね。でもう迷うぐらいだったら2つとも刺してちょっと刺し比べてみようかなと思ったので、今回はこの裏に糸を出す方法と布と布の間に、糸を隠していく方法と2つのパターンで刺してみたので、ちょっと刺し比べた様子などを話していきたいなと思っています。で、一応今回使った糸はこちらのピンクの方はですね、湯沢屋さんの刺し子糸の、113番のローズですね。で、こちらの緑の方、これは湯沢屋さんの17番のわさび色を使っています。ちょっとこう刺しつつ、最後にそれぞれの、違いなども話していきたいと思います。そしたらまず1枚目ですね。こちらの湯沢屋さんの113番ローズピンク色の糸の方を使って、この模様を刺す時に裏に糸が出てくる方法でやっていきたいと思います。この布を見た時に横に糸が渡るか縦に、わかりますかね。ちょっと縦と横とどうするか迷いがちなので、裏を見た時にこの角亀甲つなぎという風に書かれている方を上にしてこの模様を見ていきたいと思います。こうですね。そしたらまずは外枠を一周ぐるっと刺していきたいと思います。で、私はいつもこのセリアさんのは外枠と内側の模様との間に差があるのが気になるので、いつもこの中の模様を描き足すか、外枠の線をちょっと内側に寄せて刺していくんですけれども、ちょっと今回2つ比べたりして時間もあんまりないので、今回はもう気にせず、この空白は気にせずに刺し進めていきたいと思います。ただまずは外枠ですね。なので少し離れた位置から針を入れていきます。刺し始めはいつものやり方で、3目重ねて折り返しするように刺していきます。で、こちらの刺し始めの方法については別の動画で詳しく説明しています。概要欄にリンクは貼っておきますので、刺し始めの方法がわからないなという方はそちらの方で確認してみてください。このように刺し始めの3目ができました。あとはこの進行方向に向かってぐるっと一周外枠を刺していきたいと思います。このように外枠をぐるっと一周刺し進めることができました。それでは次は横ラインを刺していきたいと思います。で、一番最初の横ラインなんですけれども、ここはもう線がないので、ここですね。この線があるこの横ラインを刺していきます。で、ここですね。最初のこの今回は裏に糸を出していく方法でやっていきますので、ここの隠れた線を裏に刺していきたいと思います。なので、この一直線上の、わかりますかね、
厳密にはちょっと定規とかで確認した方がいいかもしれないですけど、ここですね。ここに分かりやすいようにちょっとクククククッと針で穴をポツッと開けておきたいと思います。で、今ちょうど外枠線を刺した糸がそのままありますので、このまま使っていこうと思います。外枠の刺し終わりはここですね。で、裏に糸を出す針を出すのではなくて、布と布の間に針を進めて、先ほどポツッと穴を開けましたよね。そこの裏の方に針を出していきたいと思います。ですね、外枠線が終わって、ここですね、裏に糸が出ています。それで次、針が出るところはこの表のここのところですよね。ここも同じようにグッとさせておくと分かりやすいですね。で、ここに針を入れていきます。そしたらまず1本目ですね。で、あとはここから、表を見ながら刺し進めていきます。ちょっと針目が小さいので少し難しいですね。印刷線に沿って刺し進めています。糸こきも気をつけてください。裏はこんな感じですね。ここの間のところが一番長いですけれども、ここですね。そしてまたここのちょんとちょんの間に空白がありますけれども、その空白は裏にガッと糸を渡していきます。こうですね。また同じように印刷線に沿って刺し進めていきます。ちょっとこのまま引き続き端まで刺していきたいと思います。今このように横ラインの1列目、端の方まで来ています。それで最後の方ですね、最初の始まりの時と同じように終わりも裏に線が出るようになりますので、この一直線上ですね、ここも同じように厳密には定規で線を引いて確認した方がいいとは思うんですけれども、ちょっとこの針で確認していきたいと思います。こうですね、ここの一直線上なので、ここに針を入れて、また同じようにですね、針をちょっと揺らしてクククククッと、そしてここにポツッと穴を開けて、どこに針が出ればいいか分かるようにしておきます。そしたらここ最後のここですね、ここに針を入れて、さっき印をつけたところに針を入れます。で、針を入れるんですけれども、表側に針を出すのではなくて、布と布の間に針を進めて、2列目の初めのここに針を出していきます。強く引きすぎないように気をつけてください。一応こんな感じですね。表でこのちょん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 としてピーッと裏に出てますね。ちょん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 で裏に糸、ちょん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 裏に糸っていう流れですね。こんな感じです。そしたら今から2列目を刺すんですけど、1列目と同じようなリズムで
刺し進めていきたいと思います。また同じように表面の印刷線を見ながら刺し進めていきたいと思います。今1列目2列目2列目の最後のところまで来ています。そして次は3列目に移るんですけれども、また同じようにですね、3列目の初めの位置がどこか分かるようにちょっと針で印をつけていきたいと思います。1列目2列目3列目はここですね。同じようにちょっと位置を確認して、この一直線上ですね、ここにまた針で穴を刺して、ちょっと針でクククククッと揺らして、ここにポツッと穴を開けておきたいと思います。そして2列目の終わり、ここですね、こちらに針を入れていくんですけれども、裏に針を出すのではなくて、布と布の間に針を進めて、さっきポツッと穴を開けました3列目の初めのところに針を出していきたいと思います。こうですね。そして次のところ、どこに針を出せばいいかというと、この部分になるので、ここも同じように針でポツッと穴を開けておいて、ここに針を通していきます。そしたら3列目ですね。そして引き続き同じように表の印刷線を見ながら刺し進めていきます。今一通り横ラインの段を写るとき、列を写る時の方法も説明ができたので、このまま下まで一気に刺し進めていきたいと思います。このように横ラインすべて刺すことができました。裏は一応こんな感じですね。横に糸がバーッと出ています。そしたら次は右上から左下の斜めラインを刺していきたいと思います。で、右上から左下の斜めラインなんですけれども、斜めを刺す時に端っこからバーッと下まで刺していくよりも、私はだいたい真ん中あたりを刺し始めて、そこからこう上に登っていく。で、その後また、真ん中あたりから下に行くっていう風にやった方がやりやすいので、まずは、真ん中あたりですね。この一回長く斜めラインをバーッと刺していこうと思います。で、そうですね、ちょうどこの辺りが長く刺せるかなと思いますので、ここから始めようかと思うんですけれども、ちょっとこの文字がある方を上にしていたので、裏面がちょっと見づらいかなと思うので、一旦こう見ますね。文字がある方をちょっと下にして、この右上あたりから刺していきたいと思います。刺し始めは一目刺しの方法で刺し始めようかと思ってるんですけれども、こういう流れで刺していくので、一旦ちょっとどこに針を入れたらいいかっていうのを分かるようにちょっとぷくっと穴を開けました。そしたらここから布と布の間に針を入れていきます。糸端は少し出しておきます。そしたら今ここに糸が出ているので、この表の印刷線を見ながら刺していきます。今一目刺しの方法の刺し始めをしたんですけれども、そうではなくて模様刺しのように3目重ねてやる方法でもいいかなと思います。折り返ししてやる方法ですね。先に123と刺して、またここで123と重ねる方法でもいいかと思います。今回は一目刺しの方法でちょっと説明しますね。詳しいやり方はどちらも別の動画にありますので、概要欄で見てくださいね。
したら今からここ、刺していくんですけども、刺す時に、今、布と布の間の中に入っている糸を刺すようなイメージで刺していってください。なるべく中にある糸を差し込むような感じですね。そうすると布と布の間の糸がこの針に刺さって糸同士が絡み合うので、より、抜ける心配がなくなるかなと思います。今ここちょんちょんちょんですね。あとはさっきの横ラインの時と同じようにどんどん刺し進めていきます。で、一つ気をつけてほしいことは、今斜めのラインに刺していくので、斜めって結構布が伸びやすいんですよね。横の伸びと比べて斜めがビローンと伸びやすいので、糸こきする時にあんまり布を引きすぎるとこの辺がビロビロビロという風になってしまいますので、糸こきの加減は気をつけてください。なるべくたくさん運針しすぎるよりも、少しずつ運針してその都度、糸こきで綺麗に整える方が斜めは安心かなと思います。ちょっと慎重にちょっと少しずつ進めていきますね。今こんな感じです。裏はこうですね。ちょっと刺し始めの糸が出てますけど、こんな感じで斜めも同じようにこの糸が渡ります。で、ちょっと糸こき難しいですね。今こんな感じにちょっと糸がプカプカ浮いてしまっているので、そこをうまく加減しながら斜めライン進めていってください。ちょっとひとまず下まで刺し進めていきます。今1列目の斜めライン下まで刺すことができました。このラインですね。で、一応裏もお見せするとこんな感じで斜めにラインが入っているかと思います。やっぱりコツとしてはここの長く糸が出るんですけれども、ここの糸の浮きがないように丁寧に糸こきすることが大切かなと思います。そうすることで裏面も美しく仕上げることができるんじゃないかなと思います。そしたら今1列目刺していましたので、今度はここから上に登っていく2列目を刺していきたいと思います。今端のところなんですけれども、ここから次のこの斜めに移っていきたいと思います。そしたら、針を入れるんですけれども、裏に針を出すのではなくて、布と布の間に針を通して、次の2列目の刺し始めのところに針を出していきます。こんな感じですね。そしたら2列目に移るんですけど、2列目を刺し始める前にもう一度最終チェックで裏の糸とかその糸こきの加減が大丈夫か確認しておいてください。っていうのも次2列目に入ると今度はこう進んできた進行方向と逆方向に行くので、こっちを刺し始めてしまうとここの糸の糸こきの加減を訂正するのが難しくなってくるので、2列目に移ってしまう前に1列目の糸の加減が大丈夫かっていうのをもう一度確認しておいてください。そしたら2列目に移ります。2列目も同じように印刷線を見ながら刺し進めていきます。最初なので糸の加減をちょっと気をつけながらやりました。このまま引き続き表の印刷線を見ながらこの端の方まで刺し進めていきたいと思います。今このように2列目の斜めラインですね、また端の方まで来ました。こんな感じです。そしたら次が2列目から3列目に
移る方法なんですけれども、この時の場合ちょっとやり方が2パターンあるかなと思います。ちょっと分かりやすいように A パターンと B パターンっていう風に今ここでは言おうかと思うんですけれども、まず A パターンの方は分かりやすいやり方かなと思うんですが、この2列目の終わりに針を入れて、布と布の間に針を通して3列目のところに針を出すという方法ですね。こうすることで2列目から3列目に移る時に、布と布の間に針を通すので裏面がすっきりするかなと思います。これが A パターンなんですけれども、ただこれだと、今この裏にこういう長い針目が出ていますよね、糸が。それがここの端のところに出ない方法になるんですよね。この A パターンだと分かりやすいけれども、端っこまでこだわりたいという方はちょっと A パターンだとここの端の模様が少し物足りなくなるんじゃないかなと思います。で、私は今から説明する B パターンで刺していこうと思うんですけれども、ちょっと B パターンがややこしいんですが、本来だったらここに、隠れた針目があるわけですよね。裏面に出てくる針目ですね。そのことを考えて、ここの一直線上、今刺してきたここの一直線上ですね、ここにちょっと分かりやすいように薄くちょっと線を引きますね。この一直線上とこっちの斜めラインの一直線上ですね。こうですね。だからここに交点ができるんですけれども、まずここのチョンっていうのを針刺して、裏に糸が出ますよね。で、ここのさっき線を引いた交点のところに針を入れて、ちょっとクククククッと、そしてプクッと穴を開けて分かりやすいようにしています。この2列目の終わりは裏で終わるという形になるんですよね。なのでここの今プクッと印をつけたところに針を入れて、次の3列目の右上から左下の斜めラインのスタートに針を出します。ここからこうですね。わかりますかね。こうすることで2列目の終わりの裏の糸まで、端までしっかり糸が出てくるんですよね。こうしてまたこっちの3列目をスタートさせるという方法です。最初の A パターンと B パターンと、これが B パターンの裏はこんな風に出るということになります。ちょっとね B パターンはすごくややこしいからめんどくさいので A パターンでやってもいいかと思います。ただ A パターンでやるか B パターンでやるか、どっちかに統一して全てやった方がいいと思います。例えば今ここでは A パターンでやったけど、次のまた移り変わりの時は B パターンでやるっていう風にやると、表はA でやっても B でやっても全く変わらないんですけれども、裏面が A パターンでやるか B パターンでやるかで端っこの模様の出方が変わってくるので、 A でやるか B でやるかは統一してやった方がいいかと思います。そしたら2列目から3列目に移ります。これも同じように、印刷線を見ながら刺し進めていきます。さっき説明した3列目に移るところのこのやり方ですね。 B パターンでやった3列目をガーッと下まで降りてきたら、3列目から4列目に移る時ですね、また同じように、裏に糸が渡る方法が出てきたので、さっきの B パターンで同じようなやり方で、4列目に移動して、今4列目を刺し終わったところです。
そしたら今度4列目から5列目に移る時にまた新しい移り方が出てきたので、ちょっと説明しようと思います。4列目から5列目に移る時ですね、これも A パターンか B パターンかに分かれるかと思うんですけれども、 A パターンだと分かりやすいですね。同じようにここで終わるんですけど、布と布の間に針を通して次の5列目のスタートのところですね、ここに針を出せば OK です。これがさっき説明した A パターンと同じような感じですね。で、この場合の B パターンなんですけれども、やっぱり同じように、この斜めラインと斜めラインの交点がどこかっていうのですね。一応ちょっと薄く線を引いて、ここの一直線上、ここが交点になりますよね。で、ここに、針を入れて、同じようにクククククッとポツッと穴を開けておきます。そして、4列目の終わりに針を入れて、布と布の間に通って、さっきのポツッとしたところに針を出しますですね。今裏の端の方に糸が来ています。そして5列目はここですね。5列目の刺し始めのところにまた分かるようにぷくっと穴を開けて、ここに針を入れます。こんな感じですね。さっき説明したここと同じような流れが出てくるかと思います。そしてそのまま進行方向に印刷線を見ながら刺し進めていきます。これで一通り斜めラインの時の列の移り方も全て説明ができたかと思いますので、このまま、斜めラインにガーッと上まで刺していって、その後またこの辺りから下の方に刺し進めていきたいと思います。右上から左下の斜めラインすべて刺すことができました。裏はこんな感じになっています。そしたらちょうど今糸がこの端の方で終わっていますので、今度は左上から右下のこういう斜めラインですね、こちらに刺していきたいと思います。ちょうど、ここから移ってここのラインを刺していきたいと思うので、また真ん中あたりの長いところを刺していって、上の半分を刺す、でまた残りの下の半分を刺すという風にやっていきたいと思います。それではこの斜めラインも最後まで刺し進めていきたいと思います。それでは2枚目に入っていきます。次はこちら湯沢屋さんの17番の、わさびという色ですね、緑色のもので刺していきたいと思います。さっきのピンクは裏面に大きく糸が渡るような刺し方をしたんですけれども、今度のはこの、ちょんちょんとちょんちょんの間のこの長い空白の部分ですね、ここを裏に出すのではなくて、布と布の間に、糸を隠しながら刺していくやり方をやっていきたいと思います。それではまずは同じように最初に外枠をぐるっと一周刺していきたいと思います。このように外枠線を一周ぐるっと刺すことができました。そしたら次は横ラインに入っていきたいと思います。で、今この外枠線の糸がそのまま残っていますので、このまま横ラインに進んでいこうと思います。そして、次の横ラインなんですけれども、このちょん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 とあって、ここの空白の部分ですね、ここはさっきのピンク色では裏に糸を渡していたんですけれども、
今回のこの緑の糸では布と布の間に針を進めていこうと思っています。なので今外枠のところなんですけれども、次の針はここなんですよね。ここは布と布の間に針が入るので気にせず、ここの分かりますかね、このチョンのところから刺していこうと思います。そしたら一旦外枠を終わらせますので、この最後のところに針を入れるんですけれども、針を裏に出すのではなくて布と布の間に針を進めていきます。そしてこの1列目の初めの部分ですね、ここに針を出します。布と布の間に針が渡っているので裏には糸が出ていません。こうですね。それでは、印刷線に沿って刺し進めていきます。まずここのちょんちょんっていうところは1枚目のピンクのものと同じような刺し方ですね。そしてここのちょんちょんとちょんちょんの間のここの空白のところ、ここは裏に糸を出すのではなくて布と布の間に針を進めて次のところに針を出します。なので裏には糸が渡っていません。同じようにまた次ここですね、ちょんと刺して布と布の間に針を進めて次のところに出します。こんな感じです。ひとまずこのまま端まで刺し進めていきます。このように今1列目の端の方まで来ましたので、このまま次の下の2列目に移りたいと思います。ここで今1列目の終わりのこのチョンですね、チョンを刺して次の2列目のここのところに行きたいんですけれども、裏面に糸を出すのではなくて布と布の間を通ってそのまま次の2列目のところに針を出します。この時あまり糸を強く引きすぎないように気をつけてください。裏はこうですね、ちょん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 ってあるんですけれども、ピンクの時にあった長い糸はここでは出ていないです。こんな感じですね。そしたら引き続き2列目も同じように刺していきます。今1列目を刺して2列目を刺して2列目の終わりのところに来ています。そしたら3列目に移るんですけれども、そうですね、この2列目の終わりを刺して布と布の間を進めて3列目のスタートのところに針を出します。裏には針が出ていないです。ですね。そしたらまた同じように進行方向に刺していきます。今一通り列が映るところも説明できたので、このまま下まで全て横のラインを刺していきたいと思います。このように横ライン全て刺すことができました。裏はこんな感じですね。ここの長い
線のところは布と布の間に針を通しているので、糸が中に隠れているような状態です。裏面にはこのちょんちょんちょんという針目だけが出ています。それでは次は、右上から左下の斜めラインを刺していきたいと思います。刺し方はさっきのピンク色の時と同じように、真ん中あたりから刺して上に行く、でまた真ん中あたりから下に行くという風にやっていきたいと思います。刺し始めはピンク色の時と同じように一目刺しの方法で刺し始めています。そしたらまた、ここなんですけれども、横ラインの時と同じですね、裏に針を出すのではなくて、布と布の間に針を通して次のちょんちょんちょんのラインを刺していきます。またこちらも、斜めのラインになりますので、糸こき強く引きすぎないように気をつけてください。今回の場合は裏に長く糸が渡らず、布と布の間に糸が隠れてくれるので、少し糸が緩くなってもあんまり裏面に響かないので気にならないかなと思います。ちょっと刺し進めていきます。今1列目ですね、下まで来たので1列目から2列目に移ります。この時は簡単ですね。ここの布と布の間に針を通して次の2列目に移ります。さっきのピンクの時と同じやり方ですね。でまたこのまま2列目印刷線に沿って刺していきます。今2列目の端のところまで来ました。2列目から3列目に移るんですけれども、この時のやり方は先ほどピンクの時に紹介した A パターンか B パターンかっていう話をしてたんですけれども、この緑の場合は裏に長い線が渡らないので、全て A パターン、簡単な方のやり方でやっていきます。まず2列目の終わりに針を入れて、裏に針を出すのではなく布と布の間を通って3列目の初めのところに針を入れます。このやり方です。裏には糸が出ないやり方ですね。このまま3列目も刺し進めていきます。でまた同じように端のところに来ると列を移動するんですけども、その時も基本的には布と布の間に針を通して糸を中に隠すようにして列を移っていきたいと思います。このまま全て斜めライン刺し進めていきたいと思います。このように右上から左下の斜めライン全て刺すことができました。一応裏はこんな感じですね。ちょんちょんちょんという風に出ていて、ここの長いところは布と布の間に隠れています。そしたら今度は、左上から右下の斜めラインを刺していくんですけれども、今ちょうどここで糸が終わりましたので、このまま布と布の間に針を進めて、ちょっと次のところに入りますね。この斜めからここに入ってこうですね。また同じように長いところをバーッと刺していって、上の方行って下に行くというような形で、左上から右下の斜めラインもさっきと引き続き同じような移り変わりをしながら刺し進めて、ちょっと最後まで刺していきたいと思います。無事にこのように完成することができました。一応表の感じはこんな感じですね。そして裏はこんな感じになっています。最初のピンクの方ですね、こんな感じで、裏にこういう米印みたいな、なんていうんですかね、マークが出てきています。で、緑色の方ですね、
こちらで、裏はこの布と布の間に糸を隠していたので、裏面もポツポツポツという風に出てきています。で、今回、使用した糸の長さなんですけれども、こちら側のその湯沢屋さんのローズですね、こっちがだいたい6メートル90センチ使用しました。で、次のこちら、緑わさび色の方なんですけれども、こちらがだいたい7メートル30センチ使用しました。で、どちらも同じぐらいの量で使うかなと思ったんですけれども、なぜかこのわさびの方が、緑の方が結構糸は使っていますね。で、私の印象だとこの裏面の端っこまでこだわって模様を出したので、どちらかというとこのピンクの方が糸をより多く使うんじゃないかなと思ってたんですけれども、思いのほかこちらの緑の方が糸を使っていましたね。で、ちょっと私なりな分析なんですけれども、こっちのピンクの方は、裏面に糸が渡っているので、結構糸こきをこうきちっとやっていたんですよね。そうでないとこの、裏面に出た糸がプカプカ浮いてしまうので、こうきっちり糸こきをやっていたんですけれども、その反面こちらの緑の方は、裏面に糸が出ないので、そんなにぎゅうぎゅうに糸こきをしなくてもゆるっとした感じで刺せていたので、多分この布と布の間に渡ってる糸が少しゆるっとなってるんじゃないかなと思うんですよね。それで多分ピンクよりもこの緑の方が糸をたくさん使ったんじゃないかなというふうに思いました。で、今回この裏面に出すか出さないかっていうので差し比べてみた感想として、どちらもいい点それぞれ良さがあるかなっていうふうに思いました。例えばこのピンクだと裏の方にこんな風に模様が出てくるので、こうパッと見た裏の印象がやっぱりこっちのピンクの方が可愛い感じがしますよね。で、ただやっぱりさっきもちょっと話したみたいに裏に糸が出ているので、糸こきにすごく神経を使ったんですよね。というのもその糸を引きすぎると、もちろんこう布がくしゃっとなってしまうので強く引いたらいけないし、かといって糸こきが緩かったらここに渡ってる長い糸がですね、裏面でプカッと浮いてしまうとそれはそれで格好が悪いので、そう考えるとちょっと糸こきが難しかったですね。あとよく見てもらうとこの辺りにも少しシワが寄ったりしているかと思うんですけれども、ちょっとね布の、歪みっていうのかなが出てしまったかなっていうのがちょっと少し反省点ではあります。で、一方こちらの、わさび色緑の方は、布と布の間に糸を通すっていうのが私はもう布と布の間に通すのに慣れているのであんまり苦じゃなかったんですけれども、その布と布の間に通すのが苦手な方からしたらちょっと難しいかもしれないです。ただ、その布と布の間に通す分、糸こきに神経を使わなくていいので、私はこっちの方が刺しやすかったです。またこの2枚を比べた時にこの緑色の方は布と布の間に糸が渡っているので、すごくよく見ないと分かんないかもしれないんですけれども、全体的にほんのりこの布巾自体が緑っぽくなっているなという風な感じがします。こっちはピンクで刺してない部分がこう白い布としてパキッとしてると思うんですけれども、結構こう画面越しだとちょっと分からないかもしれないんですけれども、こう緑がかったような感じになっています。刺しやすさだったり、あと仕上がりの感じからしても、ピンクも緑もそれぞれの、いいところ、反省するところなどもあるかなと思うんですけれども、そうですね、こう違った刺し方ができるので、よかったら皆さんもお好きな方でこの角亀甲つなぎチャレンジしてほしいなと思います。もしよかったらね、どちらの方がお好みかコメントで教えていただけたら嬉しいです。もしすでに角亀甲を刺したことあるよっていう方もいらっしゃいましたら、どちらで刺したか、もしくは私が紹介したこの2つ以外の刺し方が何かあればコメントで教えていただけたら嬉しいです。
と、お好きな方でチャレンジしてみてくださいっていう話はしたんですけれども、もしお時間などに余裕がある方はこんな風に裏に出す方法か出さない方法か2つ差し比べてみてもやっぱり何か発見があるんじゃないかなと思いますので、よかったらそちらでもチャレンジしてみてください。私のチャンネルではこのように手芸に関すること、最近では主に刺し子に関する動画をアップしています。これからもいろんな刺し子図案に挑戦していきたいと思っていますので、興味がある方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。またこの動画が少しでも良かったよと思っていただけましたら、この動画を閉じる前にグッドボタン、いいねボタンを押していただけますと私の今後の動画作成の励みになりますので、グッドボタンで応援もどうぞよろしくお願いします。またご意見ご感想などもお気軽にコメントください。いつも楽しく読ませていただいています。ありがとうございます。それでは最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。